読み込みが完了しました。では前回の続きやってまいります。皆様前回の動画の宿題やってきましたでしょうか？まだ MJ を入れられてない方は動画一時停止して今からでもダウンロードしてください。それからぜひ今動画見てみてくださいね。では早速やってまいりましょう。ダウンロードしてから自分で決めるプレイヤー名を入力してからの画面から話していきます。ではまず早速ダウンロードしたてから麻雀始めましての方向けにポップアップが出てきているかと思います。私ちょっとこれ出なくなっちゃったんですけれども、一番最初のその講義の方見ていきましょう。私みたいに消えちゃった方はここのトレーニングから見ることができます。いろいろな問題がありますね。一番簡単そうなはいの種類からやってみましょうか。じゃあはいの種類と。はい、ここにははいをトランプに置き換えてその種類について詳しく教えてくれてますね。これは初心者にもわかりやすいです。はい、このような内容の問題が非常に数多くありますね。はい、こんな感じでいろいろ説明されています。クイズに挑戦ドーンってことで、マンズはどれかみたいな初心者にもわかりやすいところから問題形式で質問されていきます。で、途中でやめたいなって思ったらここの方も押しちゃってください。すると戻ることができます。私、実はこれ一番難しいのやってみたんですが、本当に終盤のテストは難しくて私も解けない問題とか実はあったので、まずは分かるところまでこちらのトレーニングで解いてみてください。もう分からんとなったらやはり実践あるのみというところでございます。ここの対戦画面、フリー対戦の方ですね。ここから早速始めていきましょう。対戦には対人戦と CPU 戦がございます。こっちがオンラインでの対戦、こちらが CPU 対戦ですね。最初の 1,2 戦は緊張しなくて済むので CPU 戦でもいいかなとは思うんですけれども、やっぱり CPU は単調であまり勉強になるところがないので、少し慣れたら対人戦に勇気を持って移行していくのがいいかなと思います。大丈夫、ランクごとに振り分けられたメンバーと麻雀ができるので、皆さんと同じようなビギナーの方ばかりで最初は麻雀ができるかなと思いますので、全く緊張することはございません。今回私はこのアプリとしてはビギナーなので、皆さんへの解説がてら対人戦にお邪魔しようと思います。ではこのトンプーというところを押してスタートしていきましょう。よろしくお願いいたします。このゲームではありませんが、トンナンと書いてあれば2周のロングゲーム、トンプーと書いてあれば1周の短めのゲームとなっておりますので、ぜひ覚えてみてください。さらに3や4と書いてあるときはプレイ人数の話です。4人がベーシックなので今回は4人でやりますけど、3人だとゲームの進行が早くて高い手が出やすいのも特徴がありますので、ぜひそういった時は試してみてくださいね。はい、脱線したんですが4人と見ていきましょう。対人よろしくお願いします。では今回麻雀にあまり覚えがない方向けの動画ですので、シンプルに手を進めていきます。シンプルとは何かというと、何でしたっけ？そう、まずは字と端っこから切っていくんでしたね。まず字は切り終えたので、端っこを切っていきましょう。なので、右にある字を全部バラバラっと切った後は1だったり、そういったものを片っ端から切っていく。それが切り終わったら、孤立をしている牌を切っていきましょう。こういった形で、まずは仲間外れのパイから切っちゃっていきましょう。で、ここですね。泣きありなしが選択できます。ここの泣きのありなしというのを押すと、ポンとかチーとかをしなくて済みます。最初ポンとかチーとかしちゃうと役がなくなっちゃうっていうようなお話を第1回の動画でしておりますので、ぜひここは押して、最初は泣きっていうものをなくしていきましょう。はい、ということで、まだあんまり手進んでないですね。ただまあ最初はね、こういう形でこの捨て牌のところが1だったり9だったり字の端が片っ端から切れていると、まあいい感じのパイが間違いなく切れてるんじゃないかなっていうところで試してみてください。といっても今回は麻雀の実況の方がメインではないので、この1曲だけ解説をして、それ以外はあまり話さないようにしたいかなと思ってます。はい、じゃあこの光ってるのも切っちゃいましょう。光ってるのは実はドラっていうボーナスのパイだったりはするんですけど、これも最初難しいので覚えなくていいと思います。なんか光ってるなぐらいで見ておいてください。で、この MJ のいいところとしてですね、ここでこのパイ切ったらいかがですかみたいなガイドが出るんですね。この青い線。これが出ることで何切ればいいのかっていうのが若干分かりやすくなってます。慣れたらこのガイドに従わずにこっち切った方がいいじゃんみたいな話とかも出てくるので、それは慣れてからでいいと思うんですけど、最初はもうこのガイドに従って切っちゃうっていうのもありかなと思いますね。で、テンパイするとリーチっていうものが出てきますので、容赦なく
リーチっていうのが出てきたらリーチしちゃっていいと思います。ドンですね。はい、これは運が良かったですねっていう感じで、リーチさえ打てれば他の方から上がることができるので、まずはこのリーチっていうのを目指して打っていきましょう。さっきの泣きなしっていうのを押したことでポンとかチーとかができなくなりました。でポンとかチーとかしちゃうと、初めての皆さんだと役ってなんだっけみたいな話になってくるので、ぜひここは押して、まずはポンとかチーとかをせずに自分の手だけで自分の手を進められるようになっていきましょうね。じゃあここからはちょっとダイジェスト目にお送りするので、解説とかはまた別の動画で見ていってください。私第1回の麻雀教室という方の動画でもね、この最初の打ち方みたいなところをやっておりますので、そちらの動画を参考にしていただくか、もしくは MJ の中の先ほどのトレーニングのところから役ってなんだっけとか、どういう風に進めていくんだっけっていうところを確認してみてください。ということで、早送り。はい、ということで、今回はこんな感じでダイジェストにお送りしましたが、私今リーチっていう役しか使ってないんですけど、今回無事1位を取ることができました。こんな感じでね、MJ だったら、MJ の中のガイドがあって、その矢印に従って切っていけば、ある程度手を進めることができます。で、もし仮に内容がわからなかったとしても、トレーニングのところで実際内容を見たりとか、模擬試験みたいな感じでね、問題を解くことによって皆さんの麻雀に対する知識みたいなところが上がっていきますし、このオンライン対戦はもちろん CPU 戦で練習することもできます。なのでかなり初心者向けになっているゲームかなと思いますので、ぜひこちらの方で麻雀っていうところを楽しんでいってください。ということでですね、まずは簡単な MJ の使い方を今回お話ししましたので、基本的にはこちらのホームのボタンとここのフリーモードのボタンのトレーニング、CPU 対戦、フリー対戦、この3つがある程度できれば特に問題なくこちらのアプリは楽しめるかなと思います。それ以外の拡張機能だったりとかはね、麻雀に関係なかったりとか、アプリの中でいろんなイベントを催してくれてるよっていうようなくらいで認識しておいてもらえればいいのかなというふうに思います。はい、ということで今回は簡易的なんですが以上とさせていただきます。今回もご視聴いただきありがとうございました。今回ちょっと動画実は遅れちゃってパソコンとか組み直してたんですけれども、見に来てくださった皆さんありがとうございます。では今回は以上です。皆さんお疲れ様でした。バイバーイ。お疲れ様